こんにちは、カズマです。動画をご覧いただきありがとうございます。2月13日木曜日、時刻は夕方の4時を回りました。いや、今日も天気はいいんですけれども、風がすごく強くてですね、ちょっと今日はさすがに外で動画を撮るのはかなりきついだろうなと思って、それで今回は珍しく室内で撮影しています。屋内撮影というか、このルーム雑談というか、たまにはこういう形式で動画を撮るのも悪くないんじゃないかなと思って、初の試みっていうわけじゃないけれど、久しぶりに部屋で撮ってみようかなと思って、それで今こういう形式で動画を撮っています。普段は屋外撮影がメインなんですが、今日みたいに風が強い日だったり、あとはそうね、午前中は晴れてたんですけれども、午後、その天気雨というか小雨が降ってきて、いやー、これもちょっと外で動画撮るの大変だろうなと思って、それでやめちゃいましたね。まだまだその天気が不安定というか、天気予報もね、たまに外れる時もあったりするんで、こればかりは、何とも言えないんですけれども、ただその時の気分に合わせて、今日は室内で撮る、今日は外で撮るっていう感じで、その自分のやりやすいように、していきながら、そうやって、動画撮影を続けていこうかなというふうに考えています。今日は、珍しく部屋で撮ってるわけですし、こうしてちょっとコーヒーを飲みながら、自由気ままに、一人語りというか、そういう感じで雑談形式で話を進めていきたいなというふうに思います。こんな感じでね、これから話す内容というのは全て僕個人の見解に基づいて話す内容となりますので、ながら聞きといいますか、ラジオ感覚で、気軽な気持ちで聞いていただければ幸いです。それではよろしくお願いします。で、その前に、ちょっとコーヒーをテーブルに置いて、で、今日話すテーマなんですけれども、動画撮影に使う機材はぶっちゃけ何でもいい。こういったテーマを交えて話したいと思います。今日はそういう気分ですね。で、今この動画を撮ってるのは、これソニーの一眼カメラなんですけれども、α7-4 っていうフルサイズセンサーのカメラでして、で、そのカメラにはズームレンズ、焦点距離をこう伸ばしたり縮んだりすることができるような、そういう標準的なズームレンズを使ってるわけなんですけれども、自分は別にこれで、不満はないというか、これで十分満足してますね。で、なるべく機材を増やしたくないっていうのが正直なところでして、どれだけたくさんの機材があったとしても、頻繁に使うのは、その全体の1割か2割程度にしか満たないことがほとんどでして、で、大抵の場合は、自宅に保管するか、もしくはこういうその物置とか、そのクローゼットの中に置きっぱなしにしてるって人も多分いると思うんですよね。人によっては、1回か2回その使っただけで、あとそのまんまもうほったらかしにするっていうパターンもあれば、もう2年か3年以上ずっと物置に置きっぱなしにして、で、いざ大掃除したタイミングで、その家の中のその整理整頓とかそういうのをやった際に、あれこれいつ買ったっけとか、これこんなの俺買ったっけなみたいな。そういう風にね、自分が買ったものを忘れているパターンだってあったりするわけですよ。だから自分のその、使用頻度であったり、その撮影用途は人それぞれですので、なんとも言えないんですけれども、一眼カメラで撮りたいとか、コンパクトデジカメで撮りたいっていう人もいれば、あとは映るんですとか、そのコダックみたいに昔ながらの、その、撮影枚数に限りがある、その使い捨てカメラ、あれ使い捨てカメラって言えばいいのかわかんないけれど、その映るんですとか、ああいうカメラで撮りたいっていう人もいるでしょうし、あとはそれこそもう、いつでもどこでも、もうスマートフォンでもうささっともう撮りたい、もう記録として映したいっていう人もいるでしょうし、今の人たちは大体もうスマートフォンさえあれば、大抵のものは撮れるんで、ぶっちゃけもうそれだけでいいんじゃないかなって思うんですよ。もうそこから先は、自己満足と言いますか、あとは業務目的で使う人もいれば、あとは少しでも色鮮やかなものを撮りたいとか、背景を強くぼかして被写体をこうより立体的により鮮明に映したいっていう目的があって、それでより性能のいいカメラを買うっていう人も当然いるとは思うけれど、好みは人それぞれですし、
で、どれだけ高性能なカメラを持ったとしても、それを使いこなせるかどうかっていうのは、その使う人の、撮影用途というか、その人の使い方次第によるんで、なんとも言えないんですよね。で、そのこともあって、初めて買うカメラって何がいいんですかって、たまに、聞かれるというか、いや、別に聞かれるわけじゃないけれど、もしそういう質問があった際に、これなんて答えたらいいんだろうと思ってさ、で最初に買うカメラは何がいいですかっていう質問があったとして、それ以前に、まず、その質問をしている人が、どんなものを撮りたいかによって、答えが大きく変わってくるわけですよ。例えば、一本のそのレンズ、一つの機材だけで幅広く撮りたいとか、あとは予算を少なくしつつ、あとは持ち物を少なくしつつ、できる限り最小限の装備で幅広く使っていきたいっていうんだったら、それに向けた機材とレンズを買えばいいわけですし、あとはお金に余裕がある中で、さらに人物撮影、そのポートレート撮影をメインに撮りたいっていうんだったら、そうね、単焦点レンズとか、その F1.8、あとは F1.4 の背景をより強くぼかすのに最適なレンズを使ってやればいいわけですし、そこら辺の撮影用途って人それぞれなんですよ。で、僕の場合はというと、できれば1機材1レンズでまとめたいなと思ってて、こうやって個人発信をする上では、もうそんなにたくさんの機材は必要ないと思ってて、で、どれだけたくさんのものがあったとしても、それを一度に持っていける量っていうのは限りがあるんですよ。国内旅行もそうですし、それこそ海外を旅し続けるってなったとしたら、そんなたくさんのものを持っていけないんですよ。だって、そうじゃないですか。このカメラ機材やそのスマートフォン、モバイルバッテリー以外に、着てる服、その着替えとか、あとは衛生用品、衛生用品ってなんだろうあれか、石鹸とか、シャンプーとかそういうやつね。そういうのもあるし、で、人によっては、そうね、化粧品とか、なんかいろいろそういうの持っていく人もいるんでしょうし、あとは僕みたいに、キャンプとか、そのテント泊をする時もあったりするんで、そのキャンプグッズを持っていくってなると、ますますその持っていく荷物の量が限られるんですよ。で、もう大容量の大きい、その登山用のバックパックは家にあるんですよ。そこにも置いてあるんだけれど、ちょっとクローゼットから出すのちょっとめんどくさいんで、今回は割愛します。だいたい70リットルのその大型のバックパックを背負って旅してきたんですけれども、いや、それでもね、やっぱりテントとか寝袋とか、あとはスリーピングマット、その下に、その床にマットを引いて寝るためのものとか、それもそうだけれど、やはりそういうものを全部まとめて持っていくってなると、どうしてもね、重量と、そして、収納できる量にも限りがあるんですよね。で、さらに水とか食料とか、そういうものを積むってなとしたら、本当にもう満杯なんですよね。で、その中で、いかにその少ないスペースで、どれだけたくさんのものを持っていくかっていうのは、人それぞれその何を持っていくか、その優先順位は、大きく異なるわけですよ。で、僕の場合、その着替えとかそういうのはもう最小限で済ませたいですし、別になんか、そんなたくさんのものがなくても、最低限その1着か2着あればそれで十分だと思ってるんですよね。それと同じように、そういう環境でも快適に過ごせるようにしたい。で、なおかつ、自分が行きたい場所に行って、で、そこで、写真と動画を撮りたいってなった際、なんだろうな。やっぱりね、いろいろ考えることがあるんですよね。そういう時の機材で何を持っていくのがベストなんだろうとか、こういう時、こういう写真を撮りたいけど、その場合はどれを選べばいいんだろうなっていろいろ考えることがあるんですよね。これは結構難しい問題ではありますし、僕もまだその明確な答えっていうのは出てないんですよね。その都度、トライアンドエラーをこう重ねつつ、そうやって試行錯誤を交えながら、地道に、いろんなことにチャレンジしつつ、その中で、自分に最適な機材はこれかなっていう感じで選んできてはいるんだけれど、もう最近はだいぶ固まりつつあるかな。なんとなくそんな気しますね。ちょっと待ってください。で、普段使ってるカメラなんですけれども、本当に僕少ないんですよね。本当に少ないんですよ。
で、動画撮影で頻繁に使ってるのがこちらですね。で、毎度おなじみの DJI のアクション4っていう小型のアクションカムがあるんですけれど、これがもうすこぶる便利でして、雨降ってようが雪降ってようがどんな天気の中でもガンガン使えるんですよね。で、こうやってポケットの中に入れたりとか、そのカバンの中にこう、もうなんか雑に入れたりとかしても、まず壊れる心配がないんで、これ割と耐久性もいいんで、めちゃめちゃ重宝してますね。で、僕の場合、結構その雑に扱ってしまいがちというか、まあちょっと面倒くさがりなところがあるんで、まあできればその取り回ししやすいやつとか、より簡単にもう即座に取り出せるような、そういう利便性であったりね、まあいつでもどこでも瞬時に撮影することのできる機動性が大事かなと思って、だからそういう目的で僕はこのカメラを選びました。まあ最近では、そうね、この新型の DJI Action 5 Pro っていう去年の9月頃に発売されたこの小型カメラの最新機種がすごい人気でして、それもいいなと思ってたんですよね。まあどうせ多分1年に1回ぐらいの頻度でもうそのメーカーごとに毎年新しいモデルが出てくるわけですし、で、そこまでものすごい進化を遂げてるかっていうと、もうどのメーカーも一言で言えばなんか飽和状態じゃないかなと思ってて、もう行き着く先がもうだいぶもう、性能進化もうそう進化し尽くしてるところまで来てんじゃねえかなっていう印象を受けるんで、まあ、あとはもう細かい機能を充実させたりとか、あと個人的に大事だなって思うのは、まず壊れないことですね。短期間で壊れないこと。ちょっと落としただけで、壊れないような、その耐久性が大事かなって思うんですよね。だって物によっては、半年とかさ、数ヶ月ぐらいで壊れてしまうものもあったりするし、そのカメラのこの根元の部分がこう、なんだろう、バキッと折れてしまったりすることもあったりするわけですよ。そういう耐久性の弱いやつとか、ちょっとの衝撃ですぐ壊れてしまうものって、長持ちしないじゃないですか。で、大半の人はそういう壊れやすいものを持ちたがらないし、いつ壊れてしまうかわからないってなると、次第に使用する機会が減ってしまうわけですよ。ってなると、それってもうお金がもったいないですし、で、それを買ったとしても長く持たないんだったら、もう初めから買わない方がいいよねっていう結論に至るわけですので、まあそういったその動画撮影、写真撮影に使う機材っていうのは結構慎重に選ばないと後々後悔することになるんですよね。まあ僕もそうやって後悔したことはあったんですけれども、まあ初めてそのスマートフォン以外のカメラを買うってなった際、どれを選べばいいかって最初わかんないですよね。誰だってそうだと思うんですよ。でもそうやって、なんか自分が一生懸命選んだ中でいろいろ使ってみた結果、自分はこれが合ってるけれど、これは合わなかったなとか、まあそうやって、自分自身の合う合わないというのが、おのずとこう見えてくるようになると思うんですよね。まあそれは本当しょうがないわけですし、まあ捉え方によってはまあ一つの授業料というか、まあ今後のなんだろうな、自分にとっての必要なもの、自分に合うものは何かについて、考えるための授業料の一環として、見ておくぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思うんですよね。でもその程度に捉えておくのがベストなんじゃないかなっていうふうに僕はそう思いますね。で、話を戻すけれど、このカメラのいいところはこうやって、これ三脚ついてるんですけれども、これを分離させることができるんですよね。こうやって三脚を分離させることによって、こう首に装着することもできるし、首に装着するときはこう引っ掛けるネックマウントっていうものが必要なんですけれども、こうやってここ首のところにつけたり、あとはリュックの背負うところ、ここら辺にこうつけることによって、自分が歩いてる時の様子であったり、自転車に乗ってる時の様子や、登山、ハイキングをしてる様子なんかも映す時に便利なんですよ。だって両手が空くわけですので、両手が開く状態で動画を撮影できるのってめちゃめちゃ楽なんですよね。だって手にも何も持たなくて済むんで、これほど便利なものは、まあないですよ、本当に。
そういった面では、自分がこうしてこの YouTube を続けていく中で、買ってよかったのはやっぱりこういうアクションカムですね。これがあったおかげでもう手ブレ補正もバッチリ効いてて、なおかつその雨が降ってる時とか霧とか雪降ってる中でもこれ1個だけあればもうなんぼでもこうガンガン取れるんで、最低限これさえあれば十分かなと思いますね。だから去年撮影した動画の9割はもうほとんどこの小型カメラで撮影してるわけですので、そんな感じですね。で、あとはこうして、あとは2台目として、今使っているこのソニーの α7-4 もこうやって定点撮影をするときによく使っていまして、で、室内で撮影するとき、やっぱり、そうね、どうしてもこういうスマートフォンで、撮った映像であったり、このアクションカムの場合だと、その画角が広すぎて、で、なんだろうな、これ好みの問題ですけれども、ちょっとなんか物足りないというか、なんか見ててちょっと面白くないというか、ちょっと面白くないかどうかはそれ語弊があるけれど、うーん、どうしてもね、その自分が表現したいものであったり、その被写体をよりクリアに、よりこう鮮明に映したいってなった時、やっぱりこのアクションカムやスマートフォンだけでは、ちょっと限界があるなっていうふうに感じたんですよ。で、そのこともあって、去年の5月頃にこちらのソニーのフルサイズカメラを買いました。結果的には満足してますね。で、レンズもこれ20ミリスタートのレンズ、2070のその標準ズームレンズ1本だけで使ってるんですけれども、もうぶっちゃけこれで十分かなと思ってて、自分の場合は。これ結構軽いですし、今このカメラにつけてるその標準ズームレンズなんですけれども、別に特に不満はないというか、20ミリから動画を撮る、写真を撮ることができるんで、で、なおかつ背景をこう強くぼかしたりとか、こういう感じでこうピントを合わせるのが楽なんですよね。この辺はやはり、ソニーのその純正のレンズならではの魅力というか、これは本当に便利だなと思いますね。標準のレンズ、じゃあそれもどう言えばいいかな。これはソニーだけじゃなくて、多分キヤノンとか、ニコン、パナソニックでも多分こういった写し方はできるでしょうし、どのメーカーのカメラが自分に合うかっていうのは、それはもう人それぞれですので、何とも言えないけれど、その手に持った時の感触であったり、その形が自分好みであるかどうか、もしくは自分にとっての憧れの人が持っているカメラと同じものを買うのでもいいですし、そういった感じで、その自分が本心で使ってみたいって思うような機材を選べばいいんじゃないかなっていうふうに感じますね。で、このカメラ自体も、買ってよかったなと思いますし、で、実際去年の北海道へ行った時も、僕はこのソニーの α7-4 を使って、写真と動画を何本か撮ってきたんで、その時、このカメラで撮った写真と映像っていうのは、おおむね満足してますね。で、何よりも、その実際にこう手に取って、で、シャッターを切る時のこの感触が楽しいっていうか、これも好みの問題ですけれども、そういう面では、いい体験ができたというか、どうしてもこのスマートフォンで撮る写真だけではなんか満足できないっていうか、ただその写ってるものをただ記録しているだけっていうような、なんだかちょっと物足りないような気がしてね、なんかつまらないなと思ったんですよ。このスマートフォンで撮る写真っていうのが。これも好みの問題ですし、合うか合わないかは人それぞれですので、別にスマホだけでいいって人もいれば、それはそれでいいし、そこら辺は人それぞれってことで、別に好きなようにやればいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。料理を撮るとか、もしくはその時その瞬間の何か瞬時に写真と動画を撮りたいとか、何か緊急事態とか非常時とか、その時その場で起きた何かをもう即座に撮りたいってなった際は、こういうアクションカムでもいいし、もしくはこのサブカメラとして、iPhone とかその Android のスマートフォンを使うっていうくらいがベストかなっていうふうに思いますね。で、最近のスマートフォンもだいぶ性能も良くなってきてはいますし、で、これもその使い方次第では映画のような映し方ができるわけですので、低予算で、間違った、
低予算で、かつ、高品質なものを手軽に取りたいっていうんであれば、まあね、究極、もうスマートフォンでもいいんかなって思ったりするけどね。本当にもう、荷物を少なくしたいとか、もうポケットに入れて即座に取りたいとか、もうそういうより手っ取り早く取りたいっていうんなら、まあ全然これだけでもいいですけどね。ただ最近のスマートフォンって、まあこの iPhone もそうだけれど、もう年々その端末本体価格が上がっていまして、だってこれも12万ぐらいしたわけですし、で、その iPhone Pro、15 Pro や16 Pro もそうだけれど、あれ余裕で、15万とか20万ぐらいするじゃないですか。やばいですよね。下手したら、パソコンの方が安いんじゃねえかっていうぐらい、もう異常なまでにこういったものの性能が上がってきてるんで、で、国内でもそうだし、それこそ海外のそのどこかの国へ行くってなった際、こうやってスマートフォンを持ちながら歩いている、こうやって手にスマホを持ちながら、場所を検索するとか、なんかそういった様子を見せてしまうと、その国によっては、その地域によっては、こう後ろからこうバーって盗まれる危険性もあったりするんで、そこら辺は注意してください。本当に危ないんで、ね、よくイギリスとかフランスとか、あとはまあアフリカ大陸内のどこかの国でも、そういったトラブル、そういった事件に巻き込まれたっていう人もいるし、実際にそれは日本人の方でも、なんか外で、誰かと連絡のやり取りをしているとき、その場所を調べるとき、場所を調べている時や、もしくはなんかライブストリーミング、そのライブ配信しながら歩いてるっていう人がいて、それが実際に、通行人に襲われるというか、なんかその横から来たやつにいきなりこう盗まれたりするような場面があったりするぐらいなんで、もうそれだけこういうスマートフォンっていうのも高級品なわけですし、で、まあ、それだけじゃなくて、まあ、こういったカメラ機材なんて基本的にどれもそれなりにお金はかかりますんで、まあ、そういうその危なそうな場所で使うのは、まあ、控えた方がいいかなっていうふうに思いますね。まあ、使う際はあくまでも自己責任で、まあ、そこら辺は自己責任でお願いします。っていう感じですね。あと最後に、僕自身がなぜ最小限の機材で十分であるかについたんですけれども、まあ、十分であるかっていうよりか、もう単純に置くスペースがないんですよね。で、仮にもう一台の一眼カメラと、違う、そのズームレンズもしくは単焦点レンズとか、それ以外にもフィルムカメラとか、なんかそういった機材を揃えるってなった時、当然お金かかるじゃないですか。で、お金かかるプラス、買ったとしても置く場所がないんで、もうスペースがどんどん支配されて、で、身動きが取れなくなるっていうか、もう歩けるスペースが少なくなってしまうわけですよ。で、その買ったものを保管するスペースを確保するのが本当に難しいわけですし、まあそこら辺はね、その人の住む部屋の広さ、その間取りによるんで、それは何とも言えないけれど、まあ一軒家とか3、4LDK のその高級マンションに住んでる人とか、別荘に住んでる人だったら、なんぼでも保管できると思うんですよね。湿度を取り除くためのその防湿庫っていうものがあって、その防湿庫っていうこう四角いなんか保管する、その電子機器を保管するためのやつがあって、で、そこに、保管して、運用するっていうことも、まあ、決してできなくはないんでしょうけれど、そういったものもやっぱりお金はかかりますし、で、所有すればするほど、その買ったものを維持するためのコストがもうどんどん膨れ上がっていくんで、だからそういったそのコストを考えたときに、ちょっとお金かかりすぎるし、何よりも一度に持っていける荷物の量って限りがあるから、どのみち僕はたくさん持っていけないだろうなって思ったんですよ。だからそのこともあって、できれば1機材1レンズの組み合わせでできる限りその自分のできる範囲でもうやっていくというか、これちょっと待ってごめんなさい、言語化するの結構難しいんだけれど、いかに少ないコストで最大の価値を作るかが重要だと思ってるんですよね。できる限り少ない機材で、どれだけ多くのものを取っていくか、どれだけそのいいものを作り続けていくか、自分にとって、その時その瞬間のいいものをこう取り続けていくか、まあ、そういう感じで少ない機材と少ないコストでいかに、最大限の
ものを作るか、最大の価値を築き上げるかがすごく大切だと思うんですよね。まあそれも先ほど話したようにどれだけたくさんのものがあったとしても結局その使うものって全体の2割あれば十分なわけですので、そうなってくると残りのその8割9割近くのものって別に無理して持たなくてもよくないっていう結論に、至るわけですので、そんなたくさんのものなくても今あるものを最大限に活用する、それを自分なりにうまく工夫するようにして少ないもので、やりくりする、少ないものを駆使して、自分のできる範囲で使い続けるっていうことがすごく大切なんじゃないかなっていうふうに僕はそう思いますね。まあ、そうすることによって少ない予算で、継続して何かに取り組むことができるわけですし、今みたいにこうやって、動画配信とかポッドキャストもそうだけれど、そうやって、個人発信をする上では、まあ、最低限のものがあればそれだけで十分にやっていけるわけですので、だって今こうして定点撮影をしてるわけですけれど、これ別に一眼カメラじゃなくても、もうぶっちゃけこのスマートフォンさえあればそれでできるわけですよ。ちょっと三脚もう一本三脚あるんでちょっと待ってくださいね。これね100円ショップで買ったものがあるんですけれども、これが便利でして、確かねセリアかダイソーがどっかで買ったんですよね。キャンドゥだっけ確かわかんないけれど、これがね意外と便利でして、これ100均だから、なくしたとしてもどうせまた買い直すことができるんで全然これでやっていけるんですよね。そうそう、こんな感じですね。これがスマートフォンで、スマートフォンに取り付ける用の三脚ですね。結構便利なんですよこれ。でこうやってこの三脚の部分を少し伸ばすこともできるんで、こうやって、自分撮り、自撮りをすることもできますし、でこれを地面に置くなりテーブルに置くなり、こういった形式で、動画を撮ることもできるわけですので、まずは少ない予算で、やってみること、もうそれが大切かなって思いますね。でその動画編集ソフトに関しても、だって今こういうスマートフォンにだって無料で編集できるソフトウェア、そのアプリケーションっていうのが配信されてるわけですし、でそういったものをうまく使えば自分好みの動画も最低限作れるわけですよ。でそこから実際にやってみて、自分はもっとよりおしゃれな動画を撮りたいとか、それこそよりいいものを撮りたいっていうような、そういった感じの欲が生まれてくるというか、そういった好奇心が生まれてくるわけですし、で突き詰めれば突き詰めるほどいろんな表現の仕方があるわけですので、それもまたもうそこから先へのめり込むようにしていけばいくほど、もうその先にはもう無限の可能性が生まれるわけですので、こういうのも実際にやってて思ったんですけれども、やっぱりその写真とその動画撮影、動画編集っていうのもまた奥が深いなっていうふうに感じましたね。でそういうのもあって、やっぱ実際に自分の意思でやりながら続けていくことによって、これやってみて合わなかったけれどこれは結構楽しかった、じゃあこれをもっと拡大していく感じでもっと地道にコツコツと続けていこうかなっていうふうに、そうやって、成長意欲というか、自分自身のやりたいことがいろいろ見えてくるかもしれないし、いずれにせよまずゼロからスタートすること、まずはやってみるっていうことが大切なんじゃないかなっていうふうに僕はそう思います。もう他人がどうのこうのとかそんな100% ものをいきなり求めなくたっていいんですよ。まずは楽しそう、じゃあやってみたいっていうふうに、なんか子供のようなその子供心というか、その当時のその10代の頃のこのワクワク感というか、そういう冒険心を交えて、目の前にあることに取り組む、その自分にとって、興味のあることに対し、取り組んでいく、そういうふうにして、活動をしていけば、人生は少しずつ楽しくなっていくんじゃないかなって、なんとなくそんな気はしますね。これはあくまでも僕個人の意見ですので、今僕がこうして喋った内容がそんな全員に当てはまるとは限らないし、別に自分の言ってることが正しいとは全く思ってないんで、これもね、全部含めて、あくまでも一つの意見として留めていただければ幸いです。っ
っていう感じですね。で、今回もこうして雑談形式でひたすら喋ってみたわけなんですけれども、雑談って結構難しいですね。なんか、この、誰かと喋るような感じ、その、友達とか、その知人であったり、会社の同僚とか、家族と話すとき、誰でもいいけれど、誰かと話をするとき、その、一番最初の話題がそうどんどん膨れ上がっていって、で、そこから、まあ、その次の話題へと移っていって、で、ここからさ、3つ目の話題、4つ目の話題っていう風に、こう、どんどんこう、枝分かれしていくじゃないですか。で、そうやって話を進めていくうちに、一番最初の話題に戻るのって、もう、かなり難しいんですよね。うん、そこら辺はね、ちょっと、まあ、雑談の難しいところではあるけれど、まあ、こうして今考えてることを、もうただ本心の、その自分のその本音で、自分の言葉で話したい。でそういう時に、まあ、こういったその動画配信だったり、ポッドキャストを続けていけばいいんじゃないかなって、なんかそう思うんですよね。うん。そうやってなんか何でもかんでもその1から10まで丁寧に説明しないといけないっていう決まりはどこにもないですし、なんかそんなね、100点満点を目指す必要はどこにもないんですよ。そんな平均点どころが、なんならもう1点、2点、3点でも、ほんのわずかでもプラスになるような結果さえ出せればそれでいいし、少しでも自分自身が、まあ多少なりともうまくやったとか、ここは良くなかったけれど、最低限この辺ができたから、まあそれだけできれば OK みたいな、そういう風にして、まあ、一個ずつ地道に積み上げていけばいいんじゃないかなっていう風に僕はそう思います。っていう感じで、まあこれね、本当にもう全部アドリブで喋ってるわけですので、まあ、ところどころ拙い部分があったり、まとまりのない部分はそれはあるかもしれないけれど、まあ、これもその雑談形式の、まあ、ラジオ界というかなんというか、まあ、その自分自身のその本音で喋りたいことをこれから先続けていく上での、まあ、練習も兼ねて今回こうしてこの形式で動画を撮っているんで、まあ動画全体のクオリティとかそういうのは、まあ、全部抜きにして、まあ、そこら辺はほどほどに、見ていただけると幸いです。っていうわけでそろそろ時間ですし、今何分だこれ。今4時、そっか、4時半か。ということは30分ぐらい喋り続けてきたんかな。そうっすね。うん。いやー、すごいな。さすがにちょっと、もう喋りすぎて、ちょっと喉が。こういう時、コーヒーとか何か飲める水とかそういうのあった方がいいですね。うん、水分補給は必須です。まあ今回は、まあ今僕が使っているその撮影機材についてありのまま感じたことをもう自分の本音でひたすら喋り続けたわけなんですけれども、次回はそうね、過去に撮影した写真であったり、あとは今まで旅をしてきた記録とかその当時の出来事について振り返るっていうような、そういう形式の動画を撮ってみようかなって思いますね。最近風が強すぎて、動画撮るの大変なんですよね。で、しかも年度末にかけてどこ行っても工事ばっかりなんで、その工事業者が出入りしていたり、で、今まで入ることのできた場所が入れなかったりとかして、で、そのこともあってね、本当に外で撮影するの大変なんですよ。うん、まあ、そういうのもあって、今日みたいに風が強い日とか、ちょっと外で撮影するのはかなり厳しいっていう時は、まあ今回みたいなこういう形式で、室内撮影というか、まあ屋内撮影のエピソードを交えながら、今後の動画配信を続けていこうかなというふうに思います。はい。というわけで、今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もし今回の動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。